ドラクエ FF に負けない良作 RPG ウィザードリー。アスキーより発売された 3D ダンジョン RPG の元祖ウィザードリーにアレンジを加えて移植された作品。手強いモンスターや落とし穴や回転する床など危険がいっぱいの 3D ダンジョンを知恵と勇気を駆使して進んでいく。マップ探索、キャラクターの作成と成長、アイテム探しなど後世にも引き継がれた RPG の基本的な楽しみが詰まっている。職業変更による特性や魔法の負荷などキャラクターの強化の方法は多彩。モンスターが落とすアイテムの中にはレアアイテムというべきものが存在し、これを獲得した時の満足感は大きく、これらを求めて迷宮をさまようプレイヤーが続出した。移植に際してアレンジしたことは多少の賛否は分かれるものの、良質な移植作といえる。全体的なクオリティは極めて高く、バグの多さを考慮してもこのゲームを高く評価したプレイヤーが多かったぜ。スウィートホーム。カプコンより発売されたロールプレイングゲーム。それぞれ特技の違う5人の主人公で複数のパーティーを作り、各部屋を探検しながら呪われた屋敷を脱出するのが目的。通常の RPG にとどまらないユニークかつシビアな作風で構築されたホラー世界。アイテムやキャラクターごとの能力の違いやシビアな作風にホラーテイストを加味することで、緊張感と閉塞感がプレイヤーに最高の恐怖を与えてくれる。各部屋には罠、謎、ヒントになるメッセージ、武器、アイテムなどが隠されている。 RPG という枠組みの中で可能な限り原作再現とホラー要素を追求し、他に類を見ない独自のシステムを加えることで、ホラーゲームとしても RPG 作品としても非常に完成度の高い作品となっているぜ。デジタルデビル物語女神転生2。1990年4月6日にナムコより発売されたゲーム。悪魔を仲間に引き込み、合体でより強い仲間を作成してパーティーを強化する独自の仲間システムが人気の RPG 女神転生シリーズ第2弾。マップが 2D フィールドと 3D ダンジョンに二分化されたことで舞台の広がりを表現した。武器はガンと剣の2種類があり、いずれかを戦闘時に選択できる。悪魔合体は従来の二神合体に加え、新たに三神合体が可能に。従来の二神合体も1に比べて法則をつかみやすいように改良されている。非完全懲悪が打ち出されたこともあり、和製 RPG の多様化に貢献した。それと同時によりマニアックかつストイックな方向への進化は、メガテンイコールマニア向けのイメージをより確固たるものにしたと言えるぜ。ミネルバトンサーガラゴンの復活。1987年10月23日に台東より発売されたゲーム。滅ぼされたパルメキア王国を復活させるため、暗黒の王子ラゴン討伐を目指す。豊富な会話パターンや情緒豊かな音楽が壮大な世界観を演出する。仲間たちとは別に傭兵を雇って代わりに戦わせることができる独自の傭兵システムが特徴で、主人公たちと傭兵をうまく使い分けて冒険を進めていく。魔物と戦いながら主人公たちを成長させ、ストーリーを進めていくオーソドックスな RPG。王道を抑えながら世界観を巧みに練り込んであり、派手さはないもののラストへ向けてしっかりと盛り上げていく流れはプレイヤーを飽きさせない。本作が発売された1987年は名作 RPG が輩出された豊作の年であり、知名度はあまり高いとは言えず、知る人ぞ知るというレベル。しかしながらよく練られた世界観、王道を抑えたストーリー、美麗なグラフィックや意欲的ながらしっかりとまとまったシステム、ゲームを彩る名 BGM など総合的に高い完成度を誇る良作だぜ。怪獣物語。1988年11月18日にナムコより発売された RPG。 4人の勇者が力を合わせて復活した闇の魔王を倒すマルチストーリーとなる。主人公の少年と怪獣であるクピクピ、ポヨン、バブの4キャラクターを自由に切り替えながらストーリーを進められるキャラクターチェンジシステムやミニゲーム的な戦闘イベント、悪魔の罠など独自のシステムが取り入れられている。同封された地図を見ながら旅をするという独特な要素をシステム面や世界観にもきちんと織り込んでいる意欲作。現在では地図の入手が困難という点も相まって、本作の魅力をきちんと堪能するのは難しくなっている。だが冒険の困難とそれを乗り越えていく楽しさは秘めており、
またオーソドックスなようで意外に希少な童話や古典ファンタジーに近い世界観を持った RPG としての魅力も深いぜ。メタルマックス。1991年5月24日にデータイーストより発売された RPG。 荒廃した近未来プラス西部劇という独特の世界観を持ち、戦車に乗って賞金首を倒したり、ストーリーや攻略手順に筋道がないなどの異彩を放つ。車両の改造などがかなり自由にでき、マニアックな面白さがあると紹介されている。戦車とか自由度という評判が一人歩きしかねないシリーズだが、 RPG としての基本部分は意外なほどオーソドックスかつ丁寧に作られているのが特色でもある。ファミコン末期に発売されたこともあり、売り上げは決して多くはなかったが、自分好みにカスタマイズした戦車に乗って戦えるシステム、非常に高い自由度、独特の世界設定といった要素はプレイヤーを強く引きつけたぜ。桃太郎伝説。1987年10月26日にハドソンより発売された RPG。 おとぎ話の桃太郎を題材にしたギャグ満載のゲーム。主人公の桃太郎を操作し、犬、猿、キジをお供にして鬼ヶ島へ鬼退治を目指す。道中でかぐや姫や花咲かじいさん、金太郎などよく知られた他のおとぎ話のキャラクターも登場。可愛らしいキャラクターと満載のギャグで軽快に進む物語を楽しむことができる。いわゆる完全懲悪の王道なシナリオであるが、物語の根底にあるのは愛と勇気であり、桃太郎の立ち位置は一方的な正義に根ざしたものではない。本作では桃太郎が敵を倒すことを懲らしめたと表現し、雑魚敵からボス、果てはラスボスに至るまで決して命を奪わず、敵側も桃太郎の愛と勇気を学び改心する。また戦闘に敗北しても死亡ではなく、あくまでも戦闘不能という扱いで、死という概念を避けているのも特徴的である。調整不足な面が多々見受けられ、ゲームバランスがやや厳しい側面はあるものの、和をベースとした RPG という斬新さや殺伐とした世界観ではなく、民話を取り込んだ温かみある世界観により強い独自性を印象づけたぜ。ゾイド2、ゼネバスの逆襲。1989年1月27日に東芝 EMI より発売された RPG。 人気プラモデルゾイドをモチーフにしたゲーム作品の第2弾。ゼネバス率いる帝国軍と戦い、共和国軍を勝利に導くのが目的となる。パーティー性を採用するなど 3D シューティング形式のバトルもさらにスケールアップし、新型ゾイドメカも続々登場。ゾイドのゲームとしての評価が高いだけではなく、当時の RPG のストーリーの中でも完成度が高い部類に入り、ゾイドファンでなくとも楽しめる。 RPG としてシナリオにゾイド作品らしい起承転結が広がる。ファミコンのスペックに合わせた調整を行うなど、クソゲー製造として名高い制作メーカーが作ったと思えない素晴らしい仕上がりとなっている。ただヒントが少なすぎる謎解きや戦闘では敵が強いにもかかわらず、1、2発の被弾すら許さない戦闘バランスになっており、惜しい仕上がりになっているぜ。マザー。1989年7月27日に任天堂が発売したファミコン RPG。 中世ファンタジーを元にした世界観が主流だった当時では数少ない現代的な世界を舞台にした作品であり、アメリカを舞台とする SF ファンタジー的な世界観とストーリー、ポップミュージック基調の BGM など、当時としては極めて斬新な要素が多く含まれている。主人公や仲間たちは超能力が使えたり、メカに詳しかったりと個性的なキャラばかり。現代のアメリカをモデルとした RPG は当時としては珍しく、どこかノスタルジックで温かみのある雰囲気が全体に漂っている。ゲームバランスの悪さなど少々目立つ難点がありながらも人を引きつける魅力にあふれた名作となっているぜ。天地を喰らう。1989年5月19日にカプコンより発売された RPG。三国志をモチーフにした本宮宏の同名人気漫画のゲーム化作品。武将のパラメータは兵士の数で決まったり、軍師はさまざまな策略で戦うなどのシミュレーション要素を追加したことにより、リアルな戦闘を実現している。便利な総攻撃は雑魚はもちろん、ボスに至るまでほとんどの戦闘がこれで済むという便利仕様。ただし策略が使える敵に対してこれを仕掛けた場合、敵は当然ながら策略を使ってくる。気がつかないうちに攻撃系の計略で大打撃を受けていたり、暗殺の計で一撃で倒されてしまう場合もあるので、安易な使用は危険。
週刊少年ジャンプにて連載され名が知られていたことや、本作発売の前年には三国志を題材としたゲームが発売され、ファミコンの世界でも三国志が身近な存在となっていたことと、独創的なシステムの採用により RPG という枠組みの中で三国志の世界観を表現し、独自性の強さと面白さを実現し、好調な売れ行きを記録してヒット作となったぜ。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。また次の動画で会いましょう。Have a nice day.